皇位継承で注目される旧皇族武田宮家とは、平成16年、小泉内閣で皇室典範に関する有識者会議の設置が決定され、翌年1月25日に第1回の会議が開かれました。この会議で検討されたのは安定的で望ましい、皇位継承のための方策です。そこで出された報告書には、今後における皇位継承資格については、女子や女系の皇族に拡大することが適当である、と書かれていました。この報告書が出された時代背景に、皇位継承権のある皇族は、当時の皇太子成人親王の他に、弟の秋篠宮様と、秋仁上皇の弟常陸宮様だけという、危機的な状況がありました。しかし、報告書が出てからしばらくして、秋篠宮妃紀子様のご解任が発表され、平成18年9月6日に、皇位継承権のある悠仁親王が誕生されました。そのため、有識者会議の提案を受けた法案の国会提出は、見送られることになったのです。その後、民主党政権の野田内閣では皇族の減少対策として女性宮家の創設が検討されましたが、法案までにはまとまりません。さらに、その後の安倍内閣では、女性宮家の創設には反対の立場で、男系男子による皇位継承の考えが主流となってきました。そして、令和3年に開かれた有識者会議では、皇族数確保の方策として、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案が示され、翌年1月、政府は報告書を国会に提出し、各党代表に説明をしました。急浮上した旧皇族の男系男子を養子に迎える案に伴って、注目されてきたのが、旧皇族の武田宮家です。そもそも旧皇族とは、どのような人たちなのでしょうか？なぜ、皇籍を離脱したのでしょうか？そして、武田宮家が注目されるのは、なぜなのでしょうか？今回の動画では、これらの謎を解説していきます。どうぞ最後まで、ご視聴ください。旧皇族とは、かつて日本の皇室に所属していた者及び、その男系の子孫のことを言います。特に、日本国憲法と現行の皇室典範施行後の昭和22年10月14日に皇籍離脱をした、11宮家51名及び、その男系子孫を指すことが多く、旧宮家と呼ばれることもあります。宮家とは、天皇の男系子孫の血統に属していても、皇位は継がなかった傍系の皇族のことです。傍系とは、血は繋がっていても親子関係ではない親族のことで、兄弟姉妹、叔父叔母を指します。例えば、秋篠宮様は成人金城天皇の傍系ですね。宮家に求められた役割は、天皇家の血筋を絶やさないことです。もし、天皇家に皇位を継承する男子がいなかった場合には、宮家の男子から新天皇を出していました。逆に宮家に後継ぎがいなかった場合には、天皇の王子を迎え入れたり、王女の嫁ぎ先となるなど、お互いに補完し合って存続を図っていたのです。そして宮家には、皇室が所有していた荘園の一部を宮家の所領として与えられ、自らの子孫に相続させることで成り立っていましたが、その多くは数代で途絶えていました。しかし中には、長期にわたって続いている宮家もあります。旧宮家の中でも最も古く本家とされるのは、応永16年に創設された伏見宮です。初代当主は、南北朝時代の北朝第三代崇光天皇の第一王子義仁親王です。義仁親王自身は、皇位にはつかなかったため出家しています。崇光天皇から、北朝第四代後光厳天皇、北朝第五代後延佑天皇、第100代後小松天皇、第101代昭光天皇と繋いできましたが、成長元年に昭光天皇が、後継ぎとなる男子がいないまま崩御したのです。この時、宮家の一つであった伏見宮の嫡男後花園天皇が第102代天皇として皇位を継承しました。後花園天皇は、伏見宮家初代当主義仁親王の孫にあたります。そして、先代の昭光天皇から十神党の当園になりますが、男系男子での皇統は守られたのです。そして、天皇の勅令により伏見宮は永代宮家と定められ、宮号の承継者は代々親王の位を得ることになりました。万が一、天皇の位を継ぐ政党が絶えた時には、これを受け継ぐ地位にあるとされたのです。この制度を世襲親王制と呼んでいます。こうして、伏見宮は600年以上にわたって続きましたが、第26代当主の伏見宮弘明王に男子がいなかったため断絶しました。旧皇族を構成するその他の10宮家は、すべて伏見宮を共通の祖先としています。皇籍離脱。昭和20年、
日本はポツダム宣言を受け入れて敗戦国となり、連合国軍の占領下に置かれました。そして、GHQ は、日本の民主化、非軍事化を目的として、多方面にわたった占領政策が行われました。その一つとして行われたのが皇室改革で、皇室を縮小する政策が実施されたのです。この当時、14の宮家が存在し、そのうち、秩父宮、高松宮、三笠宮は昭和天皇の乙宮家で、直宮と呼ばれました。この直宮以外の11の宮家が、皇籍を離脱することになったのです。GHQ は、天皇家の皇統が途絶えた場合に、皇位を引き継ぐための控えとして存在している宮家を、天皇となる可能性が非常に低いものと表現し、そのようなものにまで皇族として特権を与え、歳費を支出していることを問題視しました。また、GHQ の意向を受けた日本政府も、当時は天皇家と直宮家に皇位継承権を持った男子が合わせて6人いたので、血縁の遠い11の宮家を皇室から離しても心配はない、と判断していたのです。その一方で、もし、皇統が絶えることになったら、どうであろうかと疑問を抱く声も上がりました。それに対して、宮内府次長から、かつての皇族の中に社会的に尊敬される人がおり、それを国民が認められるのなら、その人が皇位についてはどうでしょうかと、将来的な皇籍復帰を示唆する発言があったそうです。様々な思いが交錯する中、GHQ は皇族の財産上その他の特権廃止に関する総司令部覚書を発行し、旧皇族の特権を剥奪したのです。特権には、宮家に支給されていた皇族費や納税義務の免除などがありましたが、すべて廃止されました。経済面から宮家を締め上げようということですね。当時の宮家は、広大な土地や建物を所有していましたが、それらに財産税をかけて税金を徴収しました。持っていた財産額に応じた累進課税が課せられ、最高税率はなんと 90% だったそうです。納税のために各宮家は、泣く泣く所有していた土地や建物を手放したのです。旧宮家から物納された建物は、ホテルなどに改装されました。旧皇族の邸宅だったことからプリンスホテルの名称が付けられた建物もあります。こうして、伏見宮、朝香宮、茅宮、寛院宮、北白川宮、国宮、武田宮、梨本宮、東国宮、東伏見宮、山科宮の11宮家が廃止され、51名が民間人となりました。令和4年に国会へ提出された有識者会議の報告書で示された、旧皇族の男系男子を養子に迎える案の旧皇族は、この11の宮家になります。この中で、今武田宮家が注目を集めています。武田宮家とは、武田宮家は、明治39年3月31日、北白川宮義久親王の第一王子である、常久王を初代当主として創設されました。北白川宮義久親王は、孝明天皇の義弟で明治天皇の義理の叔父にあたる人物です。常久王は、正室ではない女性から生まれた諸子でした。本来、宮家を継ぐのは、正室から生まれた嫡子の男子で、それ以外の男子は天皇から公爵や伯爵などの爵位を賜って、皇籍を離脱することが多かったのです。ところが、当時は明治天皇の直系の男子子孫が少なく、唯一成人した義仁親王、後の大正天皇が病弱だったことから、皇統の継承を案じた明治天皇の強い意向で、新たに創設されたのが武田宮家です。武田宮号は、京都府にある武田街道を由来としています。武田街道は、京都伏見をつなぐ街道の一つです。常久王の王妃には、明治天皇の第六王女である政子内親王を迎え、伏見宮家の宮家と血縁関係を深めました。第六王女といっても、5番目までの王女は幼少期に亡くなっていますので、実質は長女です。この時代は子供が成人まで成長することが難しく、皇統を維持するために宮家の存在意義は大きかったのですね。そして、昭和22年、二代目常吉王の代で皇籍離脱しました。常吉王は、以前から皇族が多いことに疑問を感じていたから、あまり抵抗はなかったと話しています。皇籍離脱後の武田宮邸は税金対策で手放され、当時の通商産業大臣官邸に使用した後、西武鉄道に売却されました。現在はグランドプリンスホテル高輪貴賓館になっています。令和6年時点での旧武田宮家の再死継承者は、常吉王の長男で3代目当主の武田常忠王です。常忠王は、昭和15年1940年生まれですので、幼少期は皇族として育ちましたが、
6歳の時に父や家族と共に皇籍離脱しました。常忠王の末弟の武田恒和氏は、日本オリンピック委員会会長をはじめとして、国際オリンピック委員会委員などを務め、自らも馬術の日本代表として、ミュンヘンとモントリオールのオリンピックに出場している、スポーツ界では有名な人物です。常和氏は、昭和22年10月14日に行われた皇室離脱より少し後の、11月1日に誕生したため、皇族であった時期はありません。自身でも、兄2人は戸籍上は王がつき、姉2人は女王がつくけど、僕は平民と話しています。常和氏と兄弟姉妹は、昭仁上皇陛下のは子にあたります。そして常和氏の長男は、武田恒康氏です。最近、皇位継承問題についてメディアで多くの発信をされているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。常康氏は明治天皇の夜叉後にあたり、旧宮家出身者の発信ということで、武田宮家が注目を集めているのですね。常康氏は、女性が天皇に即位することに反対し、旧宮家に属する男系男子を養子として皇族に復帰させ、万世一系を断固として守るべきだと主張しています。常康氏について、詳しく見ていきましょう。旧宮家に生まれて、武田恒康は、昭和50年10月24日、東京の武田家で生まれました。常康誕生の知らせを聞いた祖父の武田恒義は、すぐに病院に駆けつけました。そして、常康の母にお手柄だったねと声をかけたのです。お手柄というのは、男の子の誕生のことを指していますが、女の子を軽視しているわけではありません。武田家の当主である常義にとって、男子の誕生には大きな意味がありました。皇族として生まれ育った常義は、皇籍離脱をして民間人となっても、家を守り繁栄させていくことの責務を、重く受け止めていたようです。常康は、慶応義塾幼稚舎から一貫して慶応で学び、慶応義塾大学法学部法律学科で環境学を専攻して卒業します。幼稚舎2年の時に、常義からひどく怒られたことがありました。祖父常義の家で、学校の宿題をしていた時のことです。常康が自分の名前を汚い字で殴り書きしていたのを目にした常義は、平手を机に叩きつけ、いきなり立ち上がって宿題の紙をズタズタに破り捨てました。そして、耳をつんざくほどの大声で、自分の名前を粗末にするなと言ったのです。常康は、祖父の突然の剣幕に恐れをののき、わなわなと震えていました。その様子を見ていた祖母が優しく話しかけました。じいじはね、やすちゃんが気の抜けたような字で名前を書いていたから怒ったの。これからは自分の名前だけは、大切に気を入れて書くようにしなさい。幼かった常康は、その場では常義の思いを理解できませんでした。常義が亡くなった後、あの時祖父は自分に誇りを持て、武田家に誇りを持て、先祖に誇りを持て、そして皇室と日本に誇りを持てと言いたかったのだろう、と思いを馳せたのです。また、常義が神事を行う姿を見て育ち、大きな影響を受けました。常康は大学生の頃から本格的に神事について考えるようになり、部屋には自然と神棚を祀るようになりました。皇籍離脱をした旧宮家の武田家でしたが、皇族としての生き方、考え方、行い、そして誇りが自然と身につく環境だったのです。保守論客、武田恒康。武田恒康は、政治評論家、作家、実業家、工学館大学非常勤講師と、いくつもの顔を持っている人物です。実業家としては、外貨の両替サービスを提供する株式会社エクスチェンジャーズの代表取締役、利尻昆布ラーメン黒帯のオーナー、令和書籍社長と多彩な活動をしています。また、作家としては平成18年に第15回山本七平賞を受賞した。語られなかった皇族たちの真実をはじめとして、旧皇族が語る天皇の日本史、現代語古事記、日本人なら知っておきたい昭和戦後史など、皇室や天皇、歴史をテーマとした著書が多数あります。そして、何より保守論客としての知名度が高く、講演会や SNS などで男系男子の権利を訴えています。小泉内閣が女性、女系天皇を容認する皇室典範改正に向けた準備を始めた時には危機感を覚え、改正阻止のために各方面を説得に回りました。常康の歯に気抜きせぬ発言には説得力があり、世間から注目を浴びるようになったのです。令和6年5月17日から始まった、安定的な皇位継承のあり方をめぐる協議で検討されている、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を最初に提示したのも、常康でした。常康が主張する養子案は、
旧皇族の未婚の男子が皇族女子の結婚相手になるというケース以外に、結婚を伴わない養子、夫婦での養子など、色々なパターンを想定しています。理想的なのは、生まれたての赤ちゃんを宮家の養子に迎えることだそうです。また、養子であれば、養子を迎える宮家と養子となる旧皇族の当人同士で決めることができます。養子案は皇室典範の一部を改正するだけで実施でき、新たな予算措置も必要ないと言います。このようなメリットを掲げた常安の養子案に対して、協議会では、必要な方策だ、高く評価できるという声が上がっているのです。新聞などの世論調査では、愛子さまを次期天皇にと期待する人の割合が、国民の 80% 以上に上っています。しかし、愛子天皇が実現すると、2000年以上万世一系で続いてきた男系男子の血筋が途絶えてしまいます。一方旧皇族の男系男子を養子に迎える案は、国民の意見が分かれているようです。反対派からは、現在の皇室と男系の血縁が遠いことから、国民の理解と支持を得るのは難しいとの主張があります。武田恒康氏は、持論を通すために国民の声にどのように応えていくのか、今後も注目していきたいですね。